はい、どうもってるんです。まず最初に、今回の動画は、食材としてはワニを使うんですよ。なので、爬虫類が苦手とかっていう方は、もしかしたらちょっとね、刺激の強い映像が流れるかもしれないので、そこだけはどうかご注意ください。でも本当のところを言うと、僕はこれまでの人生の中で、多分3回か4回ぐらいもうワニは食べたことあるんですよ。なのでなんかね、わあ、ワニ肉すげえみたいな。なんかそういった新鮮なリアクションもなく、ただ普通にワニを美味しく調理して食べるっていう動画です。でね、毎度恒例、今回もなかなか調理編が長いので、前置きはここら辺にしておいて、本日も作っていきましょう。というわけで早速作っていくわけなんですけど、今回のメイン食材の前に、まず最初にですね、今回使っていくお塩から作ってまいります。って言っても海水から作るわけじゃなくて、俗に言うハーブソルトですね。で、いくつかご用意はしたんですけど、こちらのパセリとセロリに関しては、フレッシュなものを買うてきました。本当はローズマリーとかもね、フレッシュなやつが良かったんですけど、近くのスーパーに売ってなかったんですよね。ということで、保存性を高めるために、まずはこれらを乾かしていきます。ではこちらは風通しのいいところに置いて、バリバリってなるくらいまで乾燥させましょうかね。ちょっと一旦バイバイ。で、こっちの茎の方なんですけど、こっちのパセリは安定のくず野菜ストック。で、こっちのセロリは食べやすい大きさにカットして、こちらは箸休めの小鉢としてお漬物にしていきましょうか。で、今回の漬け方は、また後ほどご紹介しようと思いますんで、ちょっと一旦冷蔵庫で待機。で、先ほどのパセリとセロリが乾燥するまで多分24時間ぐらいはかかると思うので、その間に今回のメイン食材の下準備と参りましょうか。ちなみにこれから爬虫類感満載な映像になりますんで、ワニとかトカゲとかそういった爬虫類が苦手な方は、スキップをお願いします。スキップしても多分今回の動画はもうね、ほぼほぼ全部爬虫類感出ると思うんですけど。では参ります。こちらが今回のワニ肉ですね。で、部位としましては、前足とベロですね。ちなみに今回のこの量、あれ少ないなって思われた方もいらっしゃると思うんですけど、ワニ肉バリ高いんですよ。こっちの前腕が、これ1個で3000円ぐらい。で、こっちのタンが、これ全部で1万円ぐらい。だから今回これで3キロ分ぐらいしかないんですけど、どうか許してください。で、今回のレシピというか調理法としましては、こっちのベルは今回作るハーブソルトで焼いて食べる感じにして、この3本はすごくシンプルな唐揚げ。で、こっちの3本はしっかり味の唐揚げにしようと思います。ではまずしっかり味の唐揚げから作ってまいりますんで、残りの部分は一度冷蔵庫で待機。ではこのニンニクと生姜と一緒に合わせてワニを漬け込んでいく他の調味料たちのご紹介です。せーの。こちらからニンニク、生姜、塩、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、醤油、酒、卵ですね。もちろんこの3つとかじゃなくて、こういった感じで置き換えてもらっても大丈夫かと思います。でもちろんお好きな方やったら、鶏ガラスープの素とかウェイバーとか、ああいったものもね、ちょっと入れたら美味しくなるんでしょうけど、我が家には鶏ガラスープの素がないので、ちなみに今回はブラックペッパーとホワイトペッパーの両方を使うんですけど、これっていう大きな理由はなくて、ただ最近僕がハマってるだけです。で、今生卵をこんだけ入れてないんですけど、後から加える理由としては、よりこっちの下味が入りやすいように、先にこの中でこう揉み込んで、で、その上から生卵を揉み込んでいきたいんですよね。なのでまた別にしてあるっていう感じです。で、さすがにここのとこはね、フォークでは無理と思うので、この子で風穴を開けていきましょうか。あとはピチッとラップして冷蔵庫で一晩漬け込んでいきます。あれから1日経過しまして、今ハーブたちがですねこんな感じになりましたね。
で、こちらのパセリとセロリと加えて、今回ご用意しましたのが、こちらからブラックペッパー、ホワイトペッパー、ローズマリー、ガーリックパウダー、バジルですね。で、今回の割合はまた後ほどお伝えするとして、このローズマリーと、あとこっちの2つ。これらを少し細かくしていきましょうかね。ちょっと待って、めっちゃいい香りするんやけど。いや、これ今回あれやな、完成が楽しみやな。というわけで改めまして、こちらからホワイトペッパー、ブラックペッパー、ガーリックパウダー、パセリ、セロリ、ローズマリー、バジルですね。で、今回の比率なんですけど、1対2対1対1対1対 0.5 にしようと思います。で、こっちのペッパーは1対2の割合で。今回初めてなのであんまりよくわかってないんですけど、このローズマリーはちょっと香りが強いので、他のハーブの半分ぐらいでいいかなと思うんですけどね。とりあえず合わせていきましょう。で、ここに今からお塩を加えるんですけど、ちょっとその前に、もう皆さんの記憶の遥か彼方に行ってるであろう、このセロリたち。まずはこのセロリたちの浅漬けからつけてまいります。あとは2時間ほど冷蔵庫で待機。で、ちょっと脱線しちゃいましたけど、塩とハーブ何対何でいきましょうか。今回3対2にしてみようかな。やっば、きつ。真面目に検証になりそう。こういったミルじゃなくて、もうあらかじめ細かく砕いてある岩塩とか使った方がいいかもしれないですね。いいこと学んだ。あとはこれを混ぜ合わせて、これで完成。んで、今回ちなみになんか途中面白くなってきちゃって、こっちがレモングラスとかフェンネルとかが入ったハーブソルト。なんかちょっとエスニックな感じにしてみました。いや、あかんね。これハマりそうやね。で、今回こんだけいっぱい作ってるんですけど、しっかり乾燥させてあるんで、そげんすぐには腐らんのかなと思うのと、これ余ったら余ったでお風呂に入れてもらって、バスソルトとしても使えると思いますんで、もしご機会がありましたら、ぜひ。では続いてこちらのワニのベロですね。こっちの餌準備に参ります。で、たまにこうやってまた血がついてたりするので、こういったところを除去して、で、食べやすくスライスしていきましょうか。で、あとは実食の時にこれをラバタ焼きで焼いて、あとはハーブソルトをつけて食べる感じにします。で、このワニタンよく見ると、この皮と身の間の層に、なんか油の層みたいなのが見えるんですよね。あとこの細かい油のサシ。もうこれ絶対うまいと思う。というわけで今この段階で、まずお塩が完成して、で、ワニのタンの切り付けも終わって、あと唐揚げだけっていう段階なんですけど、もう一晩経っていい感じに疲れましたね。で、もう一種類の唐揚げの、こっちのプレーンの方、こっちの下準備をして、で、両方とも衣つけて、油で揚げるっていう作業に移ります。ちなみに今回ずっと動画映え上、こういったフォークを使ってずっと穴を開けてるんですけど、正直結構弾力がすごいので、こういった包丁の切っ先なんかを使って、こうやってやった方が効率いいかもしれないですね。というわけで今からここに衣をつけていくんですけど、衣というかお粉で、代表的なものに小麦粉と片栗粉の2種類があると思うんですよ。で、以前コメントで、小麦粉と片栗粉の使い分けって何ですかってコメントをいただいたので、これを機に少しお話しできればと思うんですけど、これからものすごく細かい内容をお話ししますんで、苦手な方は2分ほどスキップしていただければと思います。まずそもそものこちらの2つの成分なんですけど、こちらが小麦粉、こちらが片栗粉でいきますね。小麦粉の場合が7割でんぷん、1割タンパク質、他2割。で、片栗粉はほぼでんぷん。で、このタンパク質が俗に言うグルテンとか言われるやつなんですけど、今回のキーパーソンはこの子ですね。
これがあることって何か変わってくるかっていうと、こっちが小麦粉、こっちが片栗粉で、両方ともに常温の水を注ぐと、お互いともかき混ぜるとこう白く濁るんですけど、これがちょっと時間経つと、小麦粉がこうやってこうトロッとしてるのに対して、こっちの片栗粉って水と片栗粉に分離するんですよね。これがタンパク質のグルテンが水を吸ってとろみがつくっていう原理になるんですけど、この小麦粉と片栗粉の水との関係がどう唐揚げと関係してくるかというと、この鶏肉にそれぞれ粉を振ると、こっちの小麦粉の方が水を吸ってとろみがついたものが全体にまとわりついてるイメージで、こっちの片栗粉は水でこう張り付いてるイメージなので、こっちの方がコーティングをしてくれるので中身がジューシーに仕上がるのが小麦粉の方。じゃあ次これをそれぞれ揚げていくと、こっちが小麦粉、こっちが片栗粉。タンパク質が焦げやすいので、こっちの方が若干ね茶色っぽく仕上がって、片栗粉の方が白く仕上がるって感じじゃないですかね。で、味の違いで言うと、こっち表面サクッ、中ジューシー、こっち歯ごたえバキバキ。サクっていうよりかはザクッガリっていう食感なので、使い分けはもうねお好みだと思うんですけど、個人的には食感が強い方が僕は好きなので、僕はいつもこの片栗粉を使うんですけどね。というわけで、今回の揚げ時間なんですけど、こんだけ身が厚い骨付き肉なので、低めの温度で揚げて余熱で火を通して、で最後高温でカラッと揚げていきましょうか。なので低温で4分3分で7分インターバルを置いて、で高温で30秒ぐらいかな。では揚げていきます。ではこのまんま揚げた時間と同じ分だけ休ませて余熱で火を通していきます。ではこれから2度揚げをしていくんですけど、もう余熱でしっかり中まで火が通ってるので、とりあえず揚げ色重視で外側がカリッとすれば完成ですね。こちらがプレーン、こちらが醤油味なんですけど、こっちの醤油味がかなりいい感じに揚がれましたね。いやー、いい色やわ。ではこちらを盛り付けていきます。はい、これでワニ尽くしの出来上がりです。では実食編へゴー。おお、嘘。というわけで無事に完成しました。ワニ三昧。こっちの唐揚げはね普通に食べるとして、こっちのワニのタンの方はここにちらっと見切れてるこの炉端焼きで後ほど焼いて、で今回用意したハーブソルト2種類と、あと塩とごま油、この3つをつけながら食べるっていう流れでいこうと思います。っていうのはわけでして、いただきます。やっぱ揚げ物の後のビールは格別やね。そして本日からクラシック復活です。さあ、食べていきましょうか。またこっちのお肉はまだ使わないので、とりあえずこういった配置にしようかな。でちょっと今回こちらおそらく箸やとちょっときついと思うんですよ。重たいので。なのでちょっと今回手でいってもいいですか。ちょっとね汚いけどね。いやもうこればい絶対うまいよ。しっかり醤油とニンニクがよーしみちょ。もう安定の味やね。で、もともとこのワニ自体がそんなに癖のあるお肉でもないので、めちゃくちゃ食べやすいね。またどうしてもちょっと食感のあるね、お肉だけ、女性の方とかはね、ナイフとフォークとかでこう切った方が食べやすいとは思いますけど。なんだろうね。鶏もも肉7、豚肩ロース2、つなぎも1。この割合で混ぜ合わせたものを割った感じ？全然伝わらんね。でもなんかそんな感じ。で、以前食べた時、確かこれ皮も食べてた記憶があるんですよね。確か美味しかった記憶があるっちゃけどな。やっぱうまいわ。
食べかけてすごく申し訳ないんですけど、この表面の皮膚、鱗、こことこの下のお肉の間に1個層があるんですよ。で、ここの層がもうまさしくね、豚足のそれ、もう唇ペターっとなるあれ。ワニ好きだわ。いや、なんかあれですね、こうやってしっかり食べると意外と過食部分多いですね。結構1本の満足感すごいかも。じゃあ次、プレーン参りましょうか。やっぱ癖がないね。そこまで味が濃いってわけでもないけど、ちゃんとワニ肉自体の味を感じますもんね。でもやっぱこれ表現しにくいな。これなんて表現したらいいんやろうね。弾力的にやっぱあれなんですよね。奥久慈シャモみたいな。しっかりと筋肉を感じるね、食感というかね。でもシャモ肉ほど味の濃さはないんですよね。さっぱりしたシャモ。って言ってもやっぱね、伝わりにくいと思いますけどね。なんていうかね、ワニを食べよると骨格の勉強になるね。ただちょっと食べづらいな。どうしようかな、この手のところ、鍵爪のあるところと、ここちょっと食べづらいので、これ撮影中はね、残しといて、夜食でもしよっかな。っていうところでちょっとね、顎が疲れちゃったんで、ちょっとこの子はまた後ほど食べるとして、もうそろそろこの子たちの出番ですね。よいしょ。でもちょっとその前にセロリ食べたい。やばい、セロリがバチクソうまい。実はこの浅漬け、どの動画やったかな、前に一度カブを使ってこういったオリーブオイルとあえるこの浅漬けを作ったことがあると思うんですけど、あの時ねちょっと失敗しちゃったんで、あれからどうにかして美味しくできんかなと思った結果これになったんですよ。いやーうまいわ。バジルとローズマリーがいい感じやね。うま。ではここから一人焼肉のお時間ですね。じゃあ一番うまそうなこのタン元いこうかな。やばい、マジでうまそう。ではしばし待機。そしたらハーブ塩をちょっとつけて、今日一でうまいね。もう油がすごいわ。俗に言う豚のタンとか牛のタンとか全然違うんですよね。なんて言ったらいいんやろうね、この感じね。全く繊維を感じない、シャキシャキっていう食感をなくした、ホロホロ崩れていくトントロ。いや、マジでうま。これ見えますかね、ここの油の層。この油の層から染み出してくる油がまあすごいんですよ。いや、ワニうまいわ。いやもうこれもうね、食べてほしい皆さんにこれ。もう今すぐここに来てこれ食べてって言いたいもんね。じゃあ次塩とごま油かな。おかんが作る卵焼きばりの安定感。ではこれからちょっと僕食物のお時間に入りますので、また後ほどお会いしましょう。ネギ甘いね。これはビール不可避やわ。いや、なんか一人焼肉ってのもありっちゃありですね。なんか自分のペースで自分の好きなものを食べれるわ。あとここにね、マルチョウとカルビがあったらもう最高なんですけどね。一個分かったことがある。このワニのタン、鶏肉みたいにこの皮面カリッカリまで焼いた方がうまい。いいこと身につけた。うめえ。ということでこちらがワニの下の最後ですね。いや、あかんない。一人焼肉超楽しいんですけど、部屋の中マジで黙々。
ということで牛タンが終わりましたので、牛タン？いや、ワニタン。ここから再びこちらのお時間ですね。というところで今回もラストスパート。ごちそうさまでした。おっと、忘れ物。いやー、うまかったね。久々食ったけどやっぱワニってうまいっすね。特にワニのベロ、最高にうまかったわ。で、しかも夜食用のこのワニの手も残ってますからね。いやー、これは絶対焼酎買うやろうって。ちょっと硬いけどね。ワニのベロなんですけど、確かにちょっと高いんですよ。高いんですけど、それに見合った分だけどね、美味しさもあるし、処理もすごい楽やし、おそらくバーベキューとかに持っていったらね、みんなすごく喜んでくれるかなって思う食材なので、これから先春のね、花見の時とかね、もしご機会がありましたら、ぜひ。で、今回作ったハーブソルトなんですけど、初めてではあったんですけど、結構うまい感じにできたのかなと自分では思うんですよね。なんか個人的にこのハーブソルト作りちょっとハマりそうやなって感じですもんね。また何回かいろんな試作を作ってみてね、これ美味しいっていうのが出来上がったらまた動画にしようかなと思います。というところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。